イム様降臨、ハラルドと深海の契約を締結。巨人国王の悲劇の全貌が明らかに。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1168話情報が公開されました。タイトルはエルバフの雪です。扉へリクエスト、子羊たちが蜂のために手袋を編んでいる。冒頭、ナレーションにより他国との貿易、巨人海兵の英雄的活躍、そしてハラルドの外交のおかげで世界中で巨人族のイメージが向上したことが語られる。エルバフでは醸造村を破壊したロキが冥界の監獄に送られていた。ハラルドは最後の任務からエルバフに帰還し、イーダの酒場で彼女の看病をしていた。イーダはハラルドに彼の言葉のおかげで気分が良くなったと伝え、エルバフはもうすぐ世界と一つになるのかと尋ねた。その通りだイーダ。もうすぐ我々は世界とつながる。そうすれば昔のようになる。また一緒に冒険に出かけられるぞ。素敵ね、待ちきれないわ。私もだ。イーダは腕を伸ばしてハラルドの手を握ったが、手が触れた瞬間、イーダの腕から力が抜け、彼女は息を引き取った。イーダが死んだ日、エルバフでは激しい雪が降っていた。ハラルドとハイルディンがイーダのベッドで泣き崩れる中、ロキは牢獄で静かに座っていた。14年前、シャンクスは神の騎士に昇格する直前に姿を消した。そのため、次席であったハラルドにその機会が与えられた。ハラルドは五老星と共に巨の玉座の間へと向かった。エルバフが世界政府の一部になったら、私は王冠を手放し、若く純粋なものに譲るつもりです。それを決めるのはムーだ。ハラルドは巨の玉座に誰かが座っているのを見て衝撃を受けた。なぜ巨の玉座に人が？表を上げよ。そなたを見ておったぞ、ハラルド。巨大な叫び声がパンゲア城中に響き渡った。イムはハラルドの印を現在のキリンガム星が持っているものと同じ深海の契約の印に変えた。うおー。感じるぞ。私の力が恐ろしいほどに増幅している。今この時より、そなたは不死の騎士。ムーのしもべよ。不死、まだ夢のようですが、エルバフに我々の絆の証として五芒星を描くのだ。そして後日、ムーの最後の指令が完了した暁には、そなたの尽力が実を結ぶであろう。エルバフの世界政府への加盟を許す。イムがそう語る間、船でエルバフに帰還するハラルドの姿が描かれる。そしてハラルドはアウルスト城の玉座の間に五芒星を作り出した。しかし、イムの次の指令は、エルバフを海軍に匹敵する艦隊を持つ軍事国家に変えることだった。ハラルドは抵抗しようとしたが、体は勝手に動き始めた。深海の契約の条件とは、彼がイムの命令に決して逆らえないというものだったのだ。ハラルドは兵士たちに自分を柱に縛り付け、直ちにヤルルとその息子たちを呼ぶよう命じた。ハイルディンは海に出ていたため、ロキとヤルルだけがアウルスト城に招集された。場面は冥界の監獄へ。ロキ、出てこい。釈放だ。直ちにアウルスト城へ向かえ。国王がお前を呼んでいる。場面はヤルルの家へ。ヤルル、緊急事態だと？待て、一体何が起きたんじゃ？剣を携えたハラルド王の有名な肖像画のコマでショーが終わる中、ナレーションが語る。さて、本編に戻ろう。あの日、城で大量虐殺が起こった。それにより、エルバフの最も愛された王、剣王ハラルドは命を落とすこととなった。特筆すべきは、第1167話に登場した神々の知騎士たちの神殿シャンガラだ。その建築様式はクローバー博士が語った巨大な王国と酷似しており、共に古代ギリシャ風である。これは、聖地マリージョアの前身が決して尋常な場所ではなかったことを暗示している。最後に、最も等級の低いアサミ契約について触れておこう。この契約はイムによる支配が最も弱いが、得られる力も最も限定的だ。シャンクスとハラルドの様子を見る限り、彼らは不死身の体を得てはおらず、おそらく戦闘技術の面で一定の強化を受けたに過ぎないのだろう。ちなみに、第1167話でのシャンクスの腕切断は呪いを解くためという説が再び議論を呼んでいる。しかし、このロジックには明らかな問題がある。もし腕を切るだけで呪いが解けるなら、シャンクスは自分で切ってすぐに繊維に治療させればよかったはずで、わざわざあの演技をする必要はない。したがって、私はシャンクスの同期派やハリタニンを救うことだったと考える。受けた愛に理由などつけるなという言葉の通りだ。シャンクスはマリージョアに1年しか滞在しておらず、彼の流儀からして天竜人のために悪事を働くはずがない。
多分浅見契約の段階だったのだろう。しかしハラルドは違う。彼はエルバフを世界政府に加盟させるために全てを捧げ、おそらく深海契約を結び、イムの支配が強まっていったのだろう。両者の矛盾が爆発したのは、イムがハラルドに絶対やりたくないことを命じた時だろう。イムは深海契約を通じてハラルドを強引に制御しようとしたが、ハラルドはそれを予感し、急いでロキと長老ヤルルをアウルスト城に呼び出し工事を託した。同時に暴走して取り返しのつかない事態になる前に、兵士に自分を殺すよう命じた。これがロキが目撃した光景だ。では、イムはハラルドに何を求めたのか。第1151話のイムのセリフは、ハラルドを通じてエルバフを完全に掌握し、巨人国を戦争機会に変え、巨人族を戦闘種族にしようとしていたことを暗示している。そのため、後に神の騎士団がエルバフに到着した際、真っ先に学校や図書館を焼き払い、子供を誘拐したのも大人たちを屈服させるためだった。しかし、ハラルドの長年の努力と犠牲は、エルバフを平和に導くためであり、イムの要求とは正反対だ。イムはハラルドに対し、世界政府加盟の手土産として巨人部隊を編成し、ある王国を攻めるよう要求した可能性が高い。その標的とは、おそらく魚人島の竜宮王国だ。魚人族と巨人族には歴史的な深い絆がある。巨船ノアや怪物と戦った伝説は同盟を示唆する。両種族とも魚人島のハルキーブや巨人国の宝珠アダムという巨木に依存しており、共通点が多い。さらに魚人族は古代兵器ポセイドンの秘密を隠しており、イムと天竜人はこの脅威を排除したかったのだろう。第1167話で、ほろ酔いのネプチューンがハラルドにこっそり白星の力をほのめかした。ハラルドは娘がモサモサになるだろうと冗談を言った。ロキと秘密通信をしていた人物がモサコウと呼ばれていたのを覚えているか。白星こそがモサコウではないか。この話題は第1167話以降議論になり、証拠も揃いつつある。まず、モサコウの伝電柱は特殊な傍観音声認識型だった。傍観は明快だからわかるが、音声認識型は当時は意味不明だった。今思えば、もしこの種の伝電柱が声だけを伝え、容姿を模倣できない変更液のようなものなら、なぜロキが相手の性別を知らず、伝電柱も外見を反映しなかったか説明がつく。だが小田先生はヒントを残している。その伝電柱にはまつ毛があった。ワンピースの世界ではエンポリオ・イワンコフを除けばまつ毛のある伝電柱は主に女性キャラが使っている。これはモサコウが女性であるという小さな暗示かもしれない。この話でガーリング星がハラルドに長距離通話可能な伝電柱を渡したが、これは重要アイテムかもしれない。もしかするとハラルドはネプチューンに警告するためにこれを使い、巨人国と竜宮王国の連絡手段になったのかもしれない。ハラルドの死後、何らかの理由でロキがそれを手に入れた。彼が木下に襲われた経歴は、ちょうど白星が高格闘に閉じ込められた境遇と重なる。ある日、白星が偶然その伝電柱をつないでしまい、互いに素性を知らぬまま連絡を取り合うようになったのではないか。そこでロキがモサコウというあだ名をつけた。白星のこれまでの経歴もモサコウのセリフと完全に一致する。例えばモサコウが言った恐ろしい体験は少し前の世界会議で天竜人にさらわれそうになった事件だろう。ロキはそこを叩き潰すと言っていた。第1151はエルバフの危機の際、モサコウから突然連絡があり、もう連絡できないかもと別れを告げた。小田先生は巧妙に2つの危機を混ぜて読者にモサコウをやるると誤認させた。だが、危機が白星の身に起きたとしても筋は通る。カリブーが蜂の巣に到着したことで、彼女のポセイドンとしての正体が黒ひげ海賊団に完全に露見したからだ。黒ひげ海賊団幹部のラフィットは、依然レッドポート周辺で活動しており、彼らが白星を狙っている可能性がある。これでモサコウの危機も説明がつく。麦わらの一味がエルバフを出る頃には、情勢は激変しているかもしれない。かつて海王類が予言した2人の王がまた出会う日をは、海の代表である人魚姫と陸の代表である巨人の王を指しているのかもしれない。もしロキが白星の正体と危機を知れば必ず助けに行くだろう。そうなれば麦わらの一味と黒ひげ海賊団の衝突も遠くないかもしれない。魚人族と巨人族の物語はまだ終わっていない。かつて海の森にあった赤いロード歴史の本文はその後消えた。海底であの巨石を運ぶには強大な力が必要だが、巨人族なら可能だ。おそらくハラルドが密かに持ち去ったのではないか。
彼と現在の日の傷の男との間には何らかの関連がある可能性が高い。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。